IMG。縁側、夕暮れの光の中で笑う家族。もう一つ、節子が忘れられない記憶がある。1970年の夏、父の給料日の夜のことだ。2026年6月、韓国ソウルの小さな住宅街で、一人の老女が床に膝をついていた。83歳。白髪を後ろでまとめ、シワだらけの両手が、段ボール箱の中を静かに探っている。亡き母の遺品を整理する。その作業は何時間も続いていた。タオル、古い家計簿、色あせた写真立て、一つずつ取り出すたびに、指先が少し止まる。懐かしさと、痛みが、交互にやってくるような止まり方だった。箱の底が、見えてきた。そこに、何かがあった。半透明の薄い紙。折り目が幾重にも重なり、端がわずかに茶色く変色している。指で摘んだとき、まるで壊れ物を扱うように、彼女の息が止まった。広げると、見慣れた文字が並んでいた。母の字だ。日付が書いてある。1976年、11月、50年前。老女の目が、紙の上をゆっくり動く。読み進めるにつれて、唇が小刻みに震え始めた。声は出ない。ただ、眉だけが、苦しそうに寄った。涙でも、おえつでもない。もっと深いところから来る、あの表情だ。長い時間をかけて積もった何かが、一枚の紙によって、今、動き出した瞬間の顔だった。なぜ、この手紙は誰にも渡されなかったのか。なぜ、50年もの間、箱の底で眠っていたのか。そして、なぜ彼女は、手紙を読み終えた後、声を上げて泣くのではなく、ただ静かに目を閉じ、長い息をついたのか。この物語には、3人の子供がいる。兄と、姉と、そしてこの老女、同じ母を持ち、同じ父を見送った3人が、それぞれに胸の中で守り続けてきたものがある。次は、その3人が育った家と、1976年の秋に何が起きたか、そこから話を始めよう。IMG。昭和初期の木造平屋、縁側に干された洗濯物、遠くに煙突が見える白黒の風景。1943年、戦火がまだ遠かった頃に、彼女は生まれた。名前は、節子。終戦を2歳で迎え、焼け跡の匂いを幼い花で嗅ぎながら育った女性だ。日本が高度経済成長の波に乗り始めた昭和30年代。彼女の家は大阪の下町に建っていた。小さな、でも壁のシミの位置まで覚えている。あの木造の2階建て。父は印刷工。母は近所の商店でパートをしていた。節子は末っ子だった。兄が1人、姉が1人、3人兄弟の中で、一番細く、一番静かで、一番長く台所の隅に立って母の背中を眺めていた子供だった。IMG。昭和40年代の女学生。制服姿。教室の窓際に座って本を読んでいる後ろ姿。彼女には、夢があった。図書館司書になること。ただそれだけを、10代の節子はノートの端に小さく書き続けた。活字の匂い。背表紙の並び。静寂の中に呼吸する言葉たち。それが好きだった。けれど、時代がそれを許さなかった。高校を出る年、父が倒れた。脳の血管が詰まり、右半身に麻痺が残った。進学の話は、翌朝には消えていた。誰かが消したのではない。ただ、静かに消えた。そういう時代だった。節子は就職した。紡績工場の事務職。毎朝6時に起き、7時の市電に乗り、夕方5時に帰って夕飯を作った。文句は言わなかった。言えなかったのではない。言う必要がないと思っていたのだ。家族のために動くことが、呼吸と同じくらい自然なことだったから。IMG。昭和50年代の家族写真。白黒。3世代が並んで座っている。やがて彼女は27歳で結婚し、3人の子を産み、母になった。図書館司書の夢は、どこかの引き出しの奥に、
そっとしまわれた。捨てたのではない。しまっただけだ。節子はそう思って生きてきた。IMG。夕暮れの縁側。老いた手が膝の上で静かに重なっている。そして2026年、83歳になった彼女が、あの箱を開けた。母の、節子自身の母の、遺品が入った箱。節子と母の間には、反省気分の時間があった。言えたこと、言えなかったこと、そして知らなかったこと。あの箱の底に眠っていたのは、ただの紙ではなかった。1976年の秋、あの家で何が起きたのか。次は、そこへ戻ろう。IMG。1976年秋、薄暗い日本の木造家屋の廊下。縁側から差し込む橙色の夕光が、廊下の板張りを長く染めている。1976年の秋は、早く冷えた。9月の終わり、東京郊外のあの家では、朝から雨が降っていた。軒先を叩く雨音が、やけに大きく響いていた日だった。節子の父、義雄が言ったのは、その朝のことだ。夜明け前から呼吸が乱れ、家族が枕元に集まった。長男の隆二、長女の文江、そして末っ子の節子。三人は、それぞれの場所に座っていた。誰も、何も言わなかった。義雄が目を閉じたのは、雨が少し弱まった頃だった。静寂、窓の外に、スズメが一羽、止まった。その日の午後、母の浩二は、仏間に一人でいた。障子が半分開いていて、庭の濡れた石が光っていた。浩二は符机の前に座り、便箋を広げていた。筆を持つ手が、かすかに震えていた。隆二が廊下を通りかかったのは、その時だ。障子の隙間から、母の後ろ姿が見えた。丸まった背中、白髪混じりの頭、そして、紙に向かって動く、小さな手。隆二は、足を止めた。声をかけなかった。何かを察したのかもしれない。あるいは、声をかけることが、怖かったのかもしれない。浩二が便箋を折り、封をしたのは、夕暮れが来る前だった。彼女はその封筒を、押し入れの奥の、古い切り箱の底に滑らせた。誰にも渡さなかった。誰にも、見せなかった。翌朝、隆二は文江にだけ、こっそり打ち明けた。お母さんが、何か書いていた。文江は少し考えてから、静かに言った。触らないでおきましょう。お母さんを、これ以上、傷つけたくない。それだけだった。節子には、何も伝えられなかった。末っ子の彼女は、まだ33歳だった。兄と姉は、それぞれの理由で、封筒のことを胸にしまった。浩二が生きているうちは、明けまい。そう決めた。やがて幸子も行き、隆二も行き、文江も行いた。封筒のことを知る者は、誰もいなくなった。切り箱は、遺品の段ボールの中に入れられ、節子の家の押し入れへ移された。誰にも開かれないまま、季節を重ねた。春が来て、夏が来て、また冬が来た。50回。そして2026年6月、83歳の節子が、その箱を手に取った。封筒に触れた瞬間、指先がかすかに冷たかった。半透明になった紙の表面に、墨の文字が透けて見えた。日付は、1976年9月。父が言った、あの雨の朝の日付だった。節子は、しばらく動けなかった。封筒の中には、母の言葉と、もう一つ、別の何かが入っていた。父が、密かに残していたもの。50年間、誰も知らなかった、もう一つの声が、そこにあった。二人が共に生きた日々の重さは、次の章で、ようやく姿を現す。IMG。古びたアルバム。色あせた写真が並ぶ。節子は、封筒を膝の上に置いたまま、しばらく顔を上げられなかった。50年。その言葉の重さが、ゆっくりと、体の奥へと沈んでいった。父と母が共に生きた日々は、どんな形をしていたのか。節子の記憶の中に、一つの冬が蘇る。IMG。
昭和の台所、湯気の立つ鍋。1964年の冬だった。節子が7歳の時、父が仕事を失った造船所の不況が町全体を静かに飲み込んでいた頃のことだ。食卓から魚が消えた。暖房の焚き木がいつもより早く底をついた。父は毎朝黙って上着を着た。どこへ行くとも言わずに玄関を出た。母はその背中を見送るたびに台所へ戻った。そして節子には何も言わなかった。ただ夕方になると必ず熱い麦茶を用意した。父が帰る時間に合わせてちょうど飲み頃になるように。それが母の唯一の言葉だった気がすると節子は思う。声にならない言葉、湯気の中に溶けた不器用な愛情。 IMG 縁側、夕暮れの光の中で笑う家族。もう一つ節子が忘れられない記憶がある。1970年の夏、父の給料日の夜のことだ。父が珍しくスイカを一玉抱えて帰ってきた。玄関でよいしょと言いながら靴を脱ぐ父の顔が妙に得意そうだった。母は台所から顔を出し、一瞬だけ目を丸くした。それからふっと吹き出した。あなた一人で全部食べるつもり？父は真顔で言った。家族で食べるに決まっとる。なぜかその答えがおかしかった。誰が最初に笑ったのかもう覚えていない。気がついたら縁側に4人で並んで種を庭に向かって飛ばしていた。父の種が一番遠くまで飛んだ。母がずるいと言って父が年の功じゃと胸を張った。節子はその夜の夕焼けの色を今でも正確に思い出せる。橙と少しだけ紫が混じった柔らかい空の色だ。IMG 雨の窓、揺れるカーテン。二人の間にはそういう日々があった。苦しい朝と笑える夜、言葉より先に動く手と声より深い沈黙。その積み重ねの先に1976年9月があった。父が言った。あの雨の蝶が封筒の中の文字はまだ節子を待っている。やがてその手紙は二人が隠してきたある試練の記憶へと続いていく。 IMG 雨の降り始めた薄暗い朝、台所の窓ガラスに雫が伝う。1976年9月、前の夜まで節子は笑っていた。夫が茶碗を持ちながら何か冗談を言った。内容はもう覚えていない。ただ笑い声だけが台所の空気に残っていた。それが最後だった。 IMG 朝の光の差し込まない廊下、静止した時間、9月14日朝の5時過ぎ。夫の呼吸が突然変わった。音ではなかった。変わったというよりも消えた。節子が気づいたのは隣で目を覚ました瞬間だった。手を伸ばした。暖かかった。まだ暖かかったのに。 IMG 救急車の赤いランプが雨に滲む夜明け前の路地。呼んだ人たちが来た。部屋が騒がしくなった。節子は台所の戸口に立ったまま動けなかった。誰かが肩に手を置いた。誰の手かはわからなかった。頭の中でずっと昨夜の笑い声が繰り返されていた。 IMG 白い布がかかった部屋の奥。朝の沈黙。病名は急性心筋梗塞。前触れはなかった。健康診断は春に受けていた。異常なしと言われていた。あの結果を夫は嬉しそうに話した。まだまだ大丈夫だと。その言葉が今は歯になって戻ってくる。 IMG 雨に濡れた縁側、置き去りにされた湯飲み2つ。子供たちが集まってきた。長男の健一、長女の美智子。二人とも泣いていた。節子は泣けなかった。泣き方を忘れてしまったような、そんな朝だった。湯飲みが2つ縁側に並んでいた。昨夜一緒に飲んだお茶の残りが入ったまま誰も片付けられなかった。 IMG
節子の手が震えながら白い便箋を手に取る。その日の夕方、節子は一枚の紙を手に取った。書かなければ、という気持ちだけがあった。何を書くのかは、わからなかった。ペンを持った手が、震えた。窓の外は、まだ雨だった。1976年9月14日、その日付を書いた瞬間、初めて涙が落ちた。一滴だけ、便箋の端にシミを作った。IMG。薄暗い部屋で一人座る節子の後ろ姿。書き終えた手紙を、彼女は封筒に入れた。誰かに届けようとしていたのか、それとも、ただ、残しておきたかったのか。その答えを知る者は、もう誰もいない。封筒は、閉じられた。そのまま、50年間、開かれることなく、やがて節子は、その手紙を抱えたまま、一人で立ち上がらなければならない日々へと入っていく。IMG。冬の台所、一人分の食器が並ぶ朝の食卓。夫を失った翌日も、朝は来た。節子は、台所に立った。一人分の味噌汁を作るために、小鍋を火にかけた。湯気が上がる。その白い煙を、ぼんやりと見つめた。1976年の冬は、やけに長かった。IMG。雪が積もった玄関先、郵便受けに一通の封筒。1月が過ぎ、2月が過ぎた。子供たちは学校へ行く。家の中は、静かになる。その静けさが、一番、答えた。物音一つない午後に、節子は何度も手を止めた。縫いかけの布を膝に置いたまま、針を持つ指が、動かなくなる。どこへ向かえばいいのか、何のために、立っていればいいのか、答えは、どこにもなかった。IMG。古い家の縁側、一枚の白黒写真が置かれている。ある朝、節子は押し入れの奥から、一枚の写真を見つけた。夫との結婚直後の写真だった。二人とも笑っていた。こんなに笑っていたのか、と思った。自分の顔が他人のように見えた。写真をそっと窓際に置いた。日の光が二人の顔に当たった。その日だけ泣かなかった。IMG。近所の老婦人が玄関先で節子に声をかける場面。向かいに住む田中のおばあさんが、ある夕方、玄関先に立っていた。何も持っていなかった。ただ、言った。顔を見に来ただけよ。それだけだった。節子は、うなずいた。言葉は、出なかった。でも、その夜は、眠れた。たった一言が、一晩分の力になった。IMG。薄暗い部屋の机。便箋と古いインク瓶。いや、数えることもできないほど、あった。布団から出られない朝。子供たちの声を聞きながら、笑えない夜。それでも、節子は立った。毎朝、台所に立った。火をつけた。湯を沸かした。それだけを、繰り返した。IMG。夜明けの光が差し込む台所の窓。何年も経ってから、長女に講話したというお父さんの写真と、田中さんの言葉と、毎朝の味噌汁、それだけで、ここまで来た。大きな理由など、なかった。ただ、小さなものが、積み重なった。その積み重ねの底に、あの封筒は眠っていた。節子も知らないまま、誰も、開かないまま、50年という時間が、静かに、その上に降り積もっていく。そしてある日、一つの偶然が、すべてを動かすことになる。IMG。梅雨の朝、古びた縁側に差し込む薄い光、節子の手が、一枚の古い封筒をそっと持ち上げている。2026年6月の朝、節子は、まだ動けずにいた。封筒を手にしたまま、ただ、座っていた。膝の上に置かれた1976年の日付。50年という時間が、そこに刻まれていた。開けるべきか、それとも、このまま、しまうべきか。指が、わずかに震えていた。IMG。封筒の円をなぞる置いた指のアップ。皮膚のシワと、黄ばんだ髪の質感が重なる。兄は、
もういない。姉も3年前に言った。2人が選んだ沈黙の理由を今となっては誰にも聞けない。母を傷つけたくなかったと、その一言だけが遺品の整理をしていた甥の口からぽつりと漏れた言葉だった。ではあの封筒の中に何があったのか。 IMG 色あせた仏壇の写真。若い頃の両親が並んでいる白黒の一枚。節子は立ち上がった。台所へ向かった。湯を沸かした。なぜそうしたのか自分でもわからない。ただ何か温かいものがそこに必要だと感じた。夜間の音が静かな家の中に響いた。湯気が窓ガラスを白く曇らせた。その白さの向こうに庭のアジサイがぼんやりと見えた。父が植えた木だと母はいつも言っていた。 IMG 湯気の立つ湯飲みとテーブルに置かれた封筒。生物画のような構図。湯飲みを持って節子は戻ってきた。封筒の前にまた座った。一口飲んだ。熱かった。それで少し息ができた。お母さん、声に出した瞬間、決まった。開けると封筒の端に指をかけた。ゆっくりと引いた紙がかすかな音を立てた。50年ぶりに空気が動いた。 IMG 手紙の文字が映る。達筆な毛筆。しかし具体的な内容はまだ見えない角度。折りたたまれた便箋が1枚。広げると母の筆跡が現れた。細くしかし迷いのない線。読み始めた節子の目が止まった。2行目で止まった。そこには母の言葉ではなく父の名前が書かれていた。父が何かを頼んでいた。母に託していた。それが何であるかを節子はそのくだりで初めて知った。83年間一度も聞いたことのない話がそこにあった。 IMG 節子の横顔。窓の光が白く当たっている。表情は静かだが目が濡れている。洗濯の瞬間は突然やってくる。開けるか開けないか。あの時ためらっていたらこの先も知らないままだった。そう思うと背筋に冷たいものが走る。封筒はずっとそこにあった。待っていた。ただ誰かが手を伸ばす日を。父の秘密はようやく光の中へ出てきた。 IMG 節子の手が薄い便箋の上でゆっくりと止まる。窓の外6月の光。節子の指が震えていた。便箋の端をそっと持ち上げる。50年前の紙はもう黄ばんでいたけれど父の文字はまだそこに生きていた。1項目。節子は声に出せなかった。口を開けたまま動かない。 IMG 便箋を両手で持つ節子のアップ。目がゆっくりと潤んでいく。父が書いたのは謝罪でも遺言でもなかった。告白だった。1976年父が行った日の朝、病室のベッドの脇に小さな引き出しがあった。その中に父は封筒を一つ忍ばせていた。宛名はなかった。ただ一枚の紙が畳まれて入っていた。母がそれを見つけた。読んだ。そして誰にも見せなかった。なぜ母は黙っていたのか。節子には今ならわかる気がした。 IMG 古い白黒写真。若い母と父が並んでいる。二人とも笑っていない。父の文字が続く。お前たちには言えなかったことがある。節子の呼吸が止まった。節子が生まれた夜、私は病院にいなかった。知っていた。家族の中でずっと語られてきた話だった。父は仕事で遠くにいた。それだけだと思っていた。仕事ではなかった。次のくだりにただそれだけが書いてあった。 IMG 節子の目から一粒だけ涙が落ちる。便箋には触れない。部屋が静かだった。6月の風がカーテンを揺らした。節子は顔を上げなかった。しばらく
そのままでいた。涙を拭わなかった。ただ、便箋を胸に当てた父の文字が、節子の胸の上にある50年越しに、ようやく届いた言葉が、IMG。窓辺に差し込む光、節子のシルエット。兄と姉が、この髪を隠した理由。それも、今は、わかる。母を守りたかった。それだけではなかった。節子を、守りたかった。末の妹を、一番幼かった節子を、お前だけには、知ってほしかった。便箋の最後のくだりに、そう書いてあった。節子に、当てた言葉だった。母が、隠したまま、言った理由、兄たちが、渡せなかった理由、全部が、一本の線で繋がった瞬間だった。IMG。節子の横顔、窓の光の中で、静かに目を閉じている。この人は今、83歳だ。残りの時間を、節子はどう生きるのか。IMG。縁側に腰を下ろした老女の後ろ姿。午前の光が、白髪を柔らかく縁取っている。83歳。節子は、今もここにいる。膝の痛みは、3年前から始まった。階段を使うのをやめ、坂道では手すりを探すようになった。それでも、毎朝7時になると、決まって台所に立つ。コーヒーを2杯入れる。1杯は自分のもの、もう1杯は、誰のためでもない。強いて言えば、もう会えない人たちのため、かもしれない。カップを2つ並べることを、節子は40年以上続けている。夫が言ってからも、母が言ってからも、誰にも説明したことはない。ただ、そうしてきた。IMG。古びたマグカップが2つ。テーブルの上に並ぶ湯気がゆっくりと立ち上る。朝の光が窓から差し込む頃、節子は外に出る。徒歩5分のところに、小さな公園がある。桜の木が3本、ベンチが1脚。節子が若い頃からある。変わらない景色だ。そこに腰を下ろして、コーヒーを一口飲む。空を見る。特に何も考えない。何も考えないようにする。それが節子のやり方だった。長く生きてきた人間が、やっと覚えた。静かな時間の使い方だ。ポケットの中には、いつも小さなラジオがある。イヤホンを片耳だけにさして、古い歌を聴く。昭和の歌謡曲。節子が20代の頃に流行っていた歌。その旋律が流れると、節子の肩がわずかに落ちる。緊張がほどける瞬間。83年分の時間が音楽の中に静かに溶けていく。IMG。公園のベンチ。節子の手が膝の上で静かに重なっている。を見つけてから何が変わったか。正直なところ、何も変わっていない。毎朝コーヒーを2杯入れる。同じベンチに座る。同じ歌を聴く。変わらない。変えるつもりもない。ただ、一つだけ、あの夜から、節子は寝る前に便箋を開く。母の字を見る。父が最後に選んだ言葉を、もう一度、なぞる。お前だけには、知ってほしかった。声に出しては読まない。目で、追うだけ。それで十分だと、節子は思っている。50年越しの言葉が、今頃届いたとしても、受け取るのに、遅すぎるということは、ない。IMG。夕暮れの窓辺、節子の手に、便箋が1枚、静かに握られている。この物語には、まだ最後のページがある。節子がこの、どう、終わらせるのか。それは次で、話す。IMG。窓辺に置かれた1枚の便箋。夕暮れの光が、薄く透けて見える。節子は、その紙を額縁に入れなかった。飾ることも、しなかった。引き出しの、一番奥、母が生きていた頃と、同じ場所に、そっと、戻した。IMG。静かな和室。引き出しがゆっくりと閉まる。50年という時間を、想像してみる。1976年の秋に書かれた言葉が、2026年の春に届いた。その間に、どれだけの朝があり、
どれだけの夜があったか、節子は数えない。数えることに意味はないと知っている。IMG。古い家族写真。若い父と母。その隣に、幼い節子の姿。兄と姉が隠したのは、意地悪からではなかった。母を守りたかった。ただ、それだけ、守り方が、少しだけ、ずれていた。人は皆、愛し方を間違えながら、それでも愛し続ける。IMG。夕暮れの縁側。一人、庭を見つめる老女の後ろ姿。今夜も節子は、眠る前に便箋を開く。目で、父の言葉をなぞる。声には、しない。声にしてしまったら、何かが終わる気がして。IMG。手元のアップ。指先が、古い文字の上をゆっくりと滑る。受け取るのに、遅すぎることはない。節子はそう思っている。83歳の春に届いた言葉が、今の彼女を、静かに支えている。それで、十分だと。IMG。引き出しの中の便箋。窓からの光が、薄紙を淡く照らす。あなたの周りにも、いるだろうか。言葉を、まだ渡せていない人が、あるいは、あなた自身が、誰かへの手紙を、引き出しの奥に、眠らせてはいないか。届けるのに、遅すぎる日など、ない。節子が、そう教えてくれた。